心温まる日常会とシビアな社会風刺を織り交ぜ、私たちの情緒を破壊してくる僕のヒーローアカデミア。バトル漫画では珍しく、一度死んでしまったキャラは二度と生き返らないシビアな世界観が魅力の一つですよね。ジャンプ漫画だと死んでも生き返ったり、実は死んでなかったパターンがかなり多いから、王道バトル漫画の中ではヒロアカってかなりシビアな世界だよね。というわけで今回は壮絶な死を遂げたヒロアカキャラの死に様を解説していこうと思います。かなり物騒なテーマ。この動画を最後まで見終わったあなたはペットの犬を抱きしめていることでしょう。ちょっと意味がわからないけど、それでは行ってみよう。ヴィラン名マグネ、本名引石健二。個性の磁石は半径4メートル以内の人物に磁力を付加する能力で、男を S 極、女を N 極の磁力をまとわせ翻弄し、自身の強靭な肉体と巨大な磁石を武器に戦います。マグネはどんな人だったの？マグネは外見は屈強な男性ですが、おねえ言葉を話します。戸賀卑弥呼や TWICE はマグネのことをマグネーと呼んでおり、ヴィラン連合の中では女性として扱われているトランスジェンダーです。男性ホルモン強めの外見だけど中身は女性なんだね。マグネはどんな死に様だったの？マグネはシエハス再開のボス千崎会とヴィラン連合が接触した際、ヴィラン連合を傘下に置こうとした千崎を危険視し、先制攻撃を仕掛けますが、千崎の個性オーバーホールにより上半身が分解され、液状に破裂して死亡しました。上半身だけ弾け飛ぶ描写がエグすぎるよ。ヴィラン名キュリオス、本名木月千歳。個性は地雷で、触れたものを地雷に変える能力です。地雷を自由に作れるってむちゃくちゃ強そうな個性だね。殺傷能力は低いのですが、何にでも地雷に変えれる能力は汎用性が高く、人間の血を地雷化させることで戸賀卑弥呼に大ダメージを与えました。結構凶悪な個性だね。キュリオスは表向きは大手出版社集英社の専務として働いており、記者としての才能と好奇心は専務になってもとどまることはなく、凶悪女子高生ヴィランの戸賀卑弥呼を利用して異能解放軍のプロパガンダに利用しようとしたところ、突如戸賀卑弥呼の個性変身が覚醒。変身したお茶子の個性浮遊によって空中に浮かされ、なすすべなく頭から落下し死亡しました。落下死の描写がエグすぎるからアニメ版では修正されていたね。ヴィラン名 TWICE、 本名ブバイガワラジン。個性は対象物を分裂させる2倍です。 TWICE の個性って人も無限に増殖できるからぶっちぎりのチート個性だよね。信楽の崩壊やダビの草原すらも大量生産できる2倍の個性を持つ TWICE は、最も危険なヴィランとして異能解放軍にスパイとして潜入していたホークスに徹底マークされることになります。仲間になかなか迎えてもらえないホークスを見て、自分が信頼してあげないとかわいそうって思った TWICE はホークスと友達になろうとするんだよね。根がいい人の TWICE はホークスに心を開いてアジトの場所を話してしまうのですが、それが原因でヒーローたちにアジトを襲撃されてしまいます。仲間外れにされていたホークスを助けたかった TWICE と TWICE の優しさにつけ込んでヴィランを壊滅させるホークス。どっちがヒーローでどっちがヴィランかわからないよ。世界平和のために TWICE の個性を封じる必要があったホークスは TWICE を説得しますが、仲間を助けるために立ち上がった TWICE を背後から襲撃し本体を殺害。一人逃げ延びた分身の TWICE でしたが、最後は戸賀卑弥呼に抱きしめられながら崩れていきました。ヒーロー名サーナイトアイ、本名佐々木未来。個性は予知で少し先の未来を見ることができるチート個性の持ち主です。もともとはオールマイトのサイドキックで重度のオールマイトファンでしたが、ある日予知の個性でオールマイトが凄惨な最後を遂げる未来を見てしまい、オールマイトに引退を勧めるもオールマイトはそれを聞き入れず、それがきっかけでコンビを解消してしまいます。オールマイトが好きすぎて逆にすれ違ってしまったんだね。サーナイトアイはオールマイトが安心して引退できるようワン・フォー・オールの後継者として東方ミリオを育成しており、オールマイトが守ろうとしたユーモアのある平和な世界を実現するべくヒーローとしての心得をミリオに叩き込みます。
めちゃくちゃ真面目っぽく見えるけど、ミリオの前ではよく笑う人だったみたいだね。サーナイトアイはどんな死に様だったの？サーナイトアイは個性を強化する違法な薬物をばらまくシエハス再会を壊滅させるためアジトに侵入し、シエハス再会のボス千崎海と交戦、左腕を切断され腹部に大穴を開けられてしまいます。ほぼ即死級のダメージじゃん。その後デクが駆けつけるもデクが千崎に敗れ逃走する未来を見てしまい絶望するサーでしたが、デクがエリちゃんの個性巻き戻しを利用した強制巻き戻しフルカウル 100% を発動。絶望の未来をねじ曲げ千崎に勝利します。絶対外れることがなかった未来予知を無理やりねじ曲げたんだね。運び込まれた病院で未来を変えることができるということを知ったサーはオールマイトの死も変えることができるかもしれないと悟り安堵の表情を浮かべます。息を引き取ろうとしたその時ミリオが駆けつけ、サーはミリオに対して未来予知を発動。お前は誰よりも立派なヒーローになっているとミリオに未来を託してこの世を去りました。この時のサーの未来予知が信楽との最終決戦で絶体絶命のピンチを救ったシーンは感動したよね。ヒーロー名クラスト、本名不明、ヒーローの強さや活躍、人気などを総合して評価される。ヒーロービルボードランキングで6位に入賞する。名実ともにトップヒーローの一人です。オールマイトの引退に涙を流していたから昔から交流があったのかもしれないね。個性はシールドで自由自在に盾を発生させ自分や味方を守ったり盾を投げつけて敵を攻撃することもできます。完全にキャプテンアメリカモチーフだよね。クラストの活躍は多くは語られていませんが、終章でデクが戦った脱獄ディクテイターを逮捕した実績があり、ヒーローとしての実力は相当高かったことがうかがえます。ビルボードランキング6位ってことはファットガムや琉球より活躍しているってことだもんね。クラストはどんな死に様だったの？トップヒーローが集結した蛇空病院襲撃作戦に参加したクラストはシールドの個性で味方を守りつつハイエンド脳無数体を相手に攻守の要になる活躍を見せるも、覚醒した信楽の伝播する崩壊に巻き込まれてしまいます。全身が崩れながらもノームに捕まってしまった相沢を助けるために最後の力を振り絞りシールドの個性を使って救出。死の間際にはヒーローらしい笑顔を見せながら散っていきました。ここでクラストが相沢先生を助けてなかったら信楽にヒーローを全滅させられていたから、蛇空病院戦の MVP はミルコとクラストで間違いないね。ヒーロー名ミッドナイト、本名加山眠り、個性は相手を強制的に眠らせる眠りがです。生徒に大人気のミッダイ先生。 UA 高校で教鞭を取るミッドナイトは18禁ヒーローの名の通り18禁なコスチュームと性癖丸出しの発言を連発する知女で、ミネタが美女に転生したらこうなると言われても和感がないと変態ですが、生徒からの人気は高く UA 高校に通っていた学生時代では後輩の相沢や白久もプレゼントマイクこと山田のサンバカトリオの良き姉御として彼らからも尊敬されていました。性癖がちょっとあれなだけでむちゃくちゃいい人だもんね。 UA 教師と生徒が対決する期末試験ではリカバリーガールからオールマイト、プレゼントマイク、セメントスと並んで難易度が高いと評されるほどヒーローとしての実力も高く、出会い頭に相手を強制的に眠らせる眠り側、どんな凶悪ヴィランでも一瞬で戦闘不能にする初見殺しなチート個性です。相手を傷つけずに完封できる眠りがってヒーローに一番適した個性かもしれないね。ミッドナイトはどんな死に様だったの？軍賀山荘襲撃作戦に参加したミッドナイトは最前線で無双の活躍を見せますが、突如ギガントマキアが復活。マウントレディですら止められないギガントマキアの進撃を止めるには眠りがで眠らせるしかないと悟ったミッドナイトは森林カムイと共にギガントマキアに挑むもミスターコンプレスに撃墜され高所から転落。全身を強く打ち呼吸もままならない状態の時に複数のヴィランに襲撃されなすすべもなく虐殺されました。みんなに愛されていたミッダイ先生がなぶり殺しにされるっていううつ展開に読者の間でもトラウマになった人が多かったみたいだね。最終決戦ではミッドナイトを殺害したヴィランがギガントマキア奪還作戦に参加しており、
ミッドナイトの生き様を否定した発言がアシドミナの逆鱗に触れ、戦闘が始まろうとしています。アシド、霧島、ミネタの3人はミッドナイトの敵討ちを成功させることはできるのか。今後の展開が気になるね。ヒーロー名ラウドクラウド、本名白雲おぼろ、個性は雲を自在に操るクラウドです。相沢先生とプレゼントマイクの同級生なんだよね。学生時代は相沢、山田の3人でいつも行動しており、周りからはサンバカトリオと呼ばれるほどの仲良しでした。先輩であるミッドナイトとも交流が深く、ミッドナイトが飼っている猫は白雲が見つけてきた捨て猫だということが公式スピンオフビジランテで語られています。ヒロアカ本編だと黒霧の正体ってことくらいしか語られていないけど、ビジランテだとかなり深掘りされているね。白雲はどんな死に様だったの？白雲はサンバカトリオの中でも中心的人物で、将来は3人で事務所を作ろうと約束していたのですが、インターン中ヴィランの襲撃により倒壊したビルの瓦礫に押しつぶされ死亡してしまいます。より子供を守ろうとしたんだよね。この事件後、白雲の遺体はドクターガラキによってすり替えられ、白雲の遺体を改造し、最もマスターピースに近いハイエンドノーム黒霧に生まれ変わります。親友の遺体をいじくり回されたと知った相沢先生はどんな気持ちだったんだろう。実はこの事件明言されていませんが、オール・フォー・ワンが関わっていたのではないかと噂されているのを知っていますか？ヒロアカ本編のセリフで、本当は相沢の抹消が欲しかったとドクターガラキがつぶやくシーンがあるのですが、優秀な個性が集まる UA 高校の生徒を狙っていたオール・フォー・ワンが本当は相沢を狙っていたのではないかという説が考察されています。確かにオール・フォー・ワンって相沢先生のことをかっこいいぜイレイザーヘッドって何回も言ってるから、昔から目をつけていた可能性は高いかもしれないね。ヒーロー名スター&ストライプ、本名キャスリーン・ベイト、個性ニューオーダーは全世界のヒーローの頂点に立つ正真正銘チート個性で、あらゆるものにルールを付与するという能力です。爆破とか超パワーとかの域を超えてジョジョのスタンドみたいな能力だね。スターはどんな死に様だったの？覚醒死柄木討伐のため独断で日本に上陸したスターは、日本領空にて死柄木と戦闘を開始。ニューオーダーによる規格外の攻撃で死柄木を圧倒するも、仲間を守ろうとした一瞬の隙を突かれ、崩壊の個性を受けてしまい、全身が崩れ去りながら死亡しました。オールマイト並みの強さを持ったスターが登場した瞬間死んでしまったのは衝撃だったよ。あまりにもチートすぎる個性ゆえに早々に退場してしまったスターですが、彼女が死柄木の個性を破壊したことでヒーローサイドに時間の猶予ができ、そのことが最終決戦での分断作戦の実現につながったことを考えると、スターの功績は計り知れないほど大きいものかもしれません。ヒーロー名大爆殺新ダイナマイト、本名爆豪勝樹、個性は爆破で汗を起爆することで自由自在に爆発を起こすことができる強力な個性です。かなり強い個性なのに、かっちゃんって本編では一度もヴィランに勝ったことがないよね。今まで幾度となくピンチに追い込まれ、その度にデクに助けてもらうという不幸なヒロインポジションの爆豪ですが、最終章でも不幸体質は依然健在で、修行を重ねた末に編み出した爆破の境地クラスターを使い果敢に死柄木に挑むも、あっさりと返り討ちに遭い、デクの冷静さを奪うための餌として公開処刑されてしまいました。どこまで行っても敵に利用される運命のかっちゃん、本当に死んでしまったの？現在はエッジショットとベストジーニストが必死の救命措置をしていますが、未だ復活の兆しはなく、一命を取り留めたとしても両腕は砕け、心臓が破裂している状態では戦線復帰は絶望的だと思われます。しかし堀越先生曰く、爆豪勝樹には最大の見せ場が残っていると明言しているため、最終章での彼の活躍が楽しみですね。ヒロインからヒーローになるかっちゃんが早く見たいよ。最後の壮絶な死に様はモンちゃんです。モンちゃんって誰だっけ？モンちゃんは死柄木が幼い頃に実家で飼っていたペットのコーギーです。モンちゃんは死柄木弔こと志村天子が唯一心を許していた家族で、姉のももちゃんに裏切られた時は
もんちゃんに悩みを打ち明けていました。もんちゃんは悩み苦しむ天子を慰めようと寄り添いますが、その瞬間崩壊の個性が発動し、短い断末魔と共に崩れ落ち日界と化しました。ヒーローたちが死んでいく姿もきついけど、もんちゃんがバラバラになって死んでしまったシーンがダントツで一番きつかったよ。信楽の一番最初の被害者になったもんちゃんでしたが、志村天子はもんちゃんのことを心の底から愛しており、スター戦や最終決戦でミリオと口論した際ももんちゃんのことを口にしています。志村天子が一番好きだった家族はきっともんちゃんだったんだね。というわけで今回は壮絶な最後を遂げてしまったヒロアカキャラクターについてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。個人的にはTWICE、ミッドナイト、もんちゃんの死に様が忘れられないかな。みんなの感想もコメント欄で教えてね。それでは次回の動画でお会いしましょう。プルスウルトラ。